速報。アメリカ連邦最高裁が関税を違憲違法と判決。2026年2月20日、アメリカの連邦最高裁判所はトランプ大統領が国際緊急経済権限 EPA を根拠に発動していた広範な追加関税について大統領の権限逸脱であるとの歴史的な判決を下しました。憲法が定める徴税権は議会に帰属するという原則を重視した結果であり、これによりこれまでに徴収された巨額の関税の返還義務が生じる可能性が出ています。トランプ氏は即座にこの判決を批判し、別の法律である通商法122条を根拠とした新たな一律 10% 関税の導入を宣言するなど、法的な全面対決の様相を呈しています。経緯とこれまでの主な関税措置狙い。トランプ政権第2期は発足直後から貿易赤字の解消と国内製造業の復活を掲げ、強力な関税攻勢を仕掛けてきました。相手国が米国にかける関税と同率を掛け替えす相互関税や全ての輸入品に対する一律の基本関税、さらには中国製品への 60% を超える超高関税などがその柱です。これらの狙いは単なる保護貿易にとどまらず、他国から市場開放を引き出すための強力な交渉材料レバレッジとして関税を利用することにありました。成功か失敗か、現時点での評価は二分されています。交渉面では関税の脅しを背景に複数の国から有利な貿易条件を引き出した点は一定の成功とみなされています。しかし経済面では輸入コストの上昇が米国内のインフレを再燃させ、一般家庭の家計を圧迫しているというまでの側面が顕著です。今回の最高裁判決によって法的根拠が否定されたことは政権にとって大きな戦略的挫折と言えます。日本経済企業への影響。2026年の見通し。日本経済にとっては違憲判決による関税還付の可能性という明るい兆しがある一方で、トランプ氏が新たに打ち出した対日関税の懸念が影を落としています。トヨタ自動車などの自動車メーカーにとってはメキシコやカナダを経由した対米輸出に高関税が課されるリスクが依然として高く、北米での生産能力のさらなる増強やサプライチェーンの抜本的な見直しを迫られています。ソニーなどのハイテク企業や家電メーカーにとっては中国で生産した製品を米国へ送る際の高関税が収益を圧迫しており、東南アジアやインドへの生産拠点移転を加速させる要因となっています。2026年を通じて日本企業は米国の法的な混乱を見極めながら極めて柔軟な拠点戦略を求められることになります。肯定評価と否定評価。肯定的な視点では関税は不公正な貿易慣行を是正するための唯一の実効的な武器であり、米国内の雇用を守るために不可欠な防壁であると評価されます。一方で否定的な視点では関税は結局のところ米国の消費者や輸入業者が負担する隠れた増税であり、国際的な供給網を混乱させ、同盟国との信頼関係を損なう自国優先主義であると強く批判されています。歴史的視点と法的視点。歴史的には1930年代の保護主義が世界恐慌を深刻化させた教訓を想起させる動きとして警戒されていますが、政権側はこれを19世紀のアメリカ経済を支えた関税による国づくりの再現であると主張しています。法的には今回の最高裁判決が示した主要問題法理が重要です。これは国民経済に多大な影響を与える重要な政策判断は、議会による明示的な受験がない限り行政機関が言ってはならないという考え方であり、大統領権限の肥大化に司法がブレーキをかけた形となります。新たな通商法122条の法的有効性。最高裁判決を受けてトランプ氏が持ち出した1974年通商法122条は、深刻な国際収支の赤字に直面した場合に大統領が150日を限度として最大 15% の輸入制限や関税を課すことを認める条文です。この条文は IEEPA よりも関税付加の権限が明確に記されていますが、本来は一時的な措置を想定しています。これを恒久的な一律関税の根拠として使い続けることについては、再び司法の場で争われる可能性が極めて高く、その有効性については専門家の間でも懐疑的な見方が広がっています。国ごとの違い。トランプ政権は国ごとに対応を使い分けています。中国に対しては経済的な敵対関係として一貫して厳しい姿勢を崩さず、一方で日本や欧州などの同盟国に対しては防衛費の増額や米国製品の購入拡大を条件に関税の猶予や連綿をちらつかせる取引ディールを言っています。新興国に対しては相互関税を盾に二国間での互恵的な通商協定の締結を強行に迫るスタイルが定着しています。そもそも関税って何？関税とは一言で
課す税金のことです。関税の基本的な仕組み、海外から商品製品や農産物などを輸入する際、その輸入業者に対して国が税金を支払わせます。例えば海外で100円で売られているリンゴに 10% の関税をかけると、輸入業者の仕入れ値は110円になります。そのわけ、店での販売価格も高くなるため、消費者が買う時の値段が上がります。なぜ関税をかけるのか。主な目的、関税には大きく分けて2つの役割があります。国内の産業を守る保護貿易、海外から安すぎる商品が大量に入ってくると、コストの高い国内メーカーや農家が競争に負けて倒産してしまいます。関税をかけて輸入品の値段を上げることで、国内製品が売れやすくし、自国の仕事や技術を守ります。国の収入にする財政収入、輸入時に徴収した税金はそのまま国の貴重な財源になります。特に昔は所得税などの仕組みが整っていなかったため、関税が国家予算の大きな柱でした。なぜトランプ大統領は関税にこだわるのか。トランプ氏にとって関税は単なる税金ではなく強力な武器です。他国への圧力を前の国の製品に関税をかけるぞと脅すことで、相手国から有利な条件アメリカ製品をもっと買わせる、投資をさせるなどを引き出そうとします。工場の国内回帰輸入品が高くなれば、企業は海外で作って輸入するよりアメリカ国内で作った方が安いと考え、工場をアメリカに戻すと期待しています。関税のデメリット、関税を高くしすぎるとマイナスの影響も出ます。物価が上がる。輸入品だけでなく、それを使った製品も値上がりするため、消費者の生活が苦しくなります。貿易戦争になる相手国も仕返しとして関税をかけてくるため、お互いの輸出が減り、世界全体の景気が悪くなるリスクがあります。現在のトランプ政権の動きは、この国内産業の保護と他国への交渉を極端に強めており、それに司法が待ったをかけた状態と言えます。なお、トランプ関税をめぐる厳しい状況の中でも、日本にとってハッピーエンドと言える前向きなシナリオはいくつか存在します。2026年2月の最新動向を踏まえ、現実味のあるポジティブな展開をまとめました。1、徴収済み関税の巨大な還付金による景気刺激。2月20日の最高裁判決により、これまで日本企業が支払ってきた相互関税などが違法とされました。トランプ大統領は返還を拒む構えですが、法手続きが進めばトヨタやソニー、あるいは中小の輸出企業に対して数兆円規模の関税が還付される可能性があります。これが企業の特別利益となり、国内での設備投資や賃上げの原資に回るのが最も直接的なハッピーエンドの第一歩です。対米投資を武器にした特別待遇の獲得。トランプ政権は米国に工場を作る国を露骨に優遇します。すでに高市首相2026年2月時点は 5.5 兆円規模の巨大な対米投資プロジェクトを発表し、トランプ氏から歴史的な瞬間と絶賛されています。このように日本が米国経済に深く食い込むことで、他国特に中国や欧州が 20% 以上の交換税に苦しむ中、日本だけは 10% 以下に据え置かれたり、特定の重要品目で除外措置を受けたりする同盟国プレミアムを勝ち取るシナリオが考えられます。3、日本企業の最強のサプライヤーか。米国が中国との経済を完全に切り離すデカップリングを進める中、中国製品に代わる信頼できる供給源として日本の価値が相対的に高まっています。交換税によって中国製部品が排除されることで、これまで価格競争で苦戦していた日本の半導体部材や精密機械メーカーが米国市場を独占的に獲得するチャンスが生まれています。4、国内回帰による日本製造業の再興。米国の関税リスクを避けるために、企業が生産拠点を海外から日本国内に戻し、そこから米国以外の市場 ASEAN やインドなどへ輸出する流れが強まっています。円安の定着と実質賃金の上昇が組み合わさることで、日本が再び世界的な製造拠点として復活し、地方経済が潤うシナリオも現実味を帯びています。5、違法による大統領権限の抑制と予測可能性の回復。今回の最高裁判決は、大統領が思いつきで関税を課すことに法的ブレーキをかけました。今後、トランプ氏が通商法122条などを乱用しようとしても、再び司法が待ったをかける可能性が高いです。これにより、企業の経営者が最も嫌う不確実性が解消され、長期的な投資計画が立てやすくなるという法的安定性の回復もありえます。日本にとっては、米国との強力なパイプを維持しつつ、法の判断を冷静に利用して経済的利益を最大化できるかどうかが、このシナリオの鍵となります。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。
します。